皆さんこんにちは、なるです。今回は海の幸と温泉、そして豊かな自然が織りなす青森県を訪れました。青森県は青森市街地エリア、津軽半島五所川原エリア、奥入瀬十和田八甲田エリア、八戸エリア、弘前エリア、津軽西海岸エリア、下北半島エリアの7つのエリアで構成されています。今回は現代的な街並みと伝統文化が融合する青森市街地を中心に文豪の足跡が残る五所川原、そして名湯酸ヶ湯温泉を巡ります。青森市街地には青森ねぶた祭の迫力を年中体感できるねぶたの家わらっせ、歴史を伝える青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸といった定番の観光スポットがあります。さらに近年は2021年にオープンした青森駅前ビーチ、六角形の三角屋根が特徴的な地元グルメの発信地 A ファクトリー、文化芸術の新拠点アンドラビナなど魅力的な新スポットも続々と誕生し、そしてこれらすべてを見守るように三角形のユニークな外観の青森のランドマークアスパムがこの街の象徴として青森湾にそびえ立ちます。五所川原では文豪太宰治の生家として国の重要文化財に指定されている記念館斜陽館と、車内の真ん中にストーブを携えて走る昭和レトロな津軽鉄道の冬の風物詩ストーブ列車が訪れる人々の心を魅了します。そして国民保養温泉地第1号の酸ヶ湯温泉は名物の湯葉千人風呂が自慢の湯治場です。湯治客はもちろん高田山の登山や山岳スキーの起点として一年中多くの観光客で賑わいを見せています。青森へのアクセスについてです。青森には新青森駅と青森駅の2つの主要駅があります。新青森駅は東北新幹線の終着駅です。東京から新青森駅までは新幹線で約3時間の旅になります。青森駅は新青森駅から奥羽本線で約5分、観光スポットが集中する市街地の中心に位置しています。飛行機を利用する場合、青森空港を利用します。青森空港からは連絡バスで約35分で青森駅に到着します。高速バスも東京から青森まで日中便や深夜便など多様な運行がされています。
まず新青森駅から五所川原駅を目指します。五所川原雪すごいね。すごいね。ちょっと桁違いの雪の量。本当に降ってるし積もってるね。うん。真っ白な世界だね。うんこの中電車走ってたなんて考えられなくない？雪をぶっ飛ばしてたよ。巻き上げてたよね途中。すごい雪の世界楽しみますか？はい。これでなんかね、名物のストーブ列車っていうのが津軽五所川原駅から出てるので、そこに行きましょう。はい。よし、行こう。今からあれに乗るんだね。楽しみ。すごい人いたからさ、乗れるか心配だけどね。ね。おお。乗れるってことだよね。おお。レトロな感じがいいのこれ。シレメロスって感じ。行っちゃう行っちゃう。後ろがあれなんだ、そう。本当だ。あれなんで？前に着くの U ターンしてくるのかもね。あれだね。ストーブ列車は津軽鉄道で冬季に運行される観光列車です。1930年代から続くこの伝統は、客車内の石炭ストーブで暖を取りながら津軽の雪景色を楽しめます。ストーブの上では乗務員がスルメイカを焼き、これも名物となっています。この枠おにぎりはね、津軽のね、郷土料理なんだって。あ、そうなんだ。昆布で巻いてあるんだって。あ、そう、おにぎりが。そう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 。太宰治も好きだったんだって。塩気が美味しい昆布の。昆布もね、柔らかい。美味しい。薄い昆布だね。薄い昆布。普通の塩おにぎりよりなんか風味があって美味しいかもしれない。海鮮の風味っていうの。めっちゃ美味しい。こんなにボリュームあるのにさ、安くていいよね。美味しい美味しい。すごいか。
してくれてる職員さんたちの手作りの、はい、雪よけです。冬の風物詩です。そうなんです。雪積もってね見えないんですけど、300円です。失礼しますね。いいね、こういう感じも。あ、お酒とかも売ってるんだ。お酒飲みながら行くのもいいね。車内販売あるのもすごいよね、この列車に。はい、暑いので気をつけてくださいね。では車掌乗車券確認。金木に到着しました。めちゃくちゃ寒いね。恐ろしいかも。マジで一番寒いわ。寒い。雪降ってないのにこの寒さやばくない？ああ、これがいいんだよ。この雪を踏みしめて歩く感じがいいね。うん。ねえ、この町は太宰治の生まれた町なんだよ。らしいね。今からそこに向かうの。太宰治の生家に行きましょう。あれ、聖火なの？うん、社用館？そうだよ。あ、そうなんだ。太宰治はお金持ちだったんだよ。そうなんだ。お金持ちの息子だったんだよ。そうなんだ。あー寒いね。太宰治の小説読んだ？読んでない。私も読んでない。出ないんかい。いや、人間失格を読もうとして、でもね、ちょっと難しくて、なんかちょっと怖い感じで読めなかったんだよね。車両館、すっごい大きいね。これなの？うん。これ家？家だよ。すごすぎだろ、これ。でかすぎでしょ、これ。城じゃん。ほんと、すごー。歴史的価値、すごいあるね。うん。今こんな豪邸住めないよね。ああ、マンションかかりそう。これで太宰治が育ったのか。なるほど。これ何を思ったのかね。社用館は太宰治の生家です。日本三大美林のヒバを使い、当時のお金で工事費約4万円をかけて作られました。父はひどく大きい家を建てた。風情も何もない。ただ大きいのである。太宰治自身はそう残しています。太宰治は昭和を代表する小説家。人間失格、斜陽、津軽などの名作を残し、作品の多くは現代でも読み継がれています。茶用って文字書いてあるよ、襖に。あれからヒントにされて言ってたよね。うん、言ってた。こんなところに
ヒントが隠れてたんだね。太宰治の家さ、本当に華麗なる一族っぽい。うん。ねえ家の雰囲気が。モンスターし、すごいじゃん。全員国会議員とかですごいじゃん。ねえ、いろいろあったんだなって思った。折口が右側です。スキー場じゃないよね。落とし物などなさいませんよ。お荷物をお確かめください。スキー場並みじゃない。新青森からの乗り換え列車のご案内いたします。スキー場に来たのか。津軽線通列車の乗り換えが足を取りまして5番線から16時。めっちゃ寒そうだね。歩けるかな、ちゃんと。結構都会だね。16時42分発津軽線通列車油川国内方面3番列車のいただきます。これさ、入れ物めっちゃ可愛くない？ホタテの形してる。すごい。なんだろう、卵とホタテ閉じてある感じだね。いただきます。おじや。親子丼のホタテ版みたいな感じ。美あ味しい。ホタテの旨味はすごいよ。うまっ。美味しい。ウニが乗ってんのかな。ウニだ。すごい。ウニも一緒に食べれちゃうのってすごい。うまっ。ご飯が進む。めっちゃ美味しいわこれ。初めて食べたこんなの。ホタテと卵とウニ。うまっ。ホタテ名物なんだよね。ね。津軽名物とかですね。おつまんじゃなかった。もつま名物。ね。めっちゃ美味しい。家でも食べたい。すごい、こんなに大きいよ。そうね、おすすめだったね。とろける。牛乳みたいに濃厚。食べたことないかもしれない。嘘。めっちゃ美味しいんだけど。口の中でとろける。
美味しい。牛乳みたいにクリーミー。お酒にも合いそう。フライ食べていいの？やったー。いただきます。うわー、美味しそう。うまっ。衣サクサクで味濃厚でめっちゃ美味しいんだけど。ホタテのフライ初めて食べた。あんまない。めっちゃ美味しい。お刺身みたい。揚げたと思えない。すっごい美味しい。弾力もあるし。何か食べたい。海鮮を食べてさ、青森を感じた。なんか全体的に安いよね、値段も。取れるからなのかな。ね、お手頃でいいよね。ありがたいね。明日も楽しみだ。部屋めっちゃ広いね。びっくりした。こんな、なんだろう、作業スペースもあって、ベッドもあって、いい感じだね。枕元にコンセントあるの嬉しいし、バストイレ別なのもいいね。なんかそば食えるんだよね。あ、ねえ、無料でね、食べなきゃね。アイスもね、食べなきゃ。見事に降りましたね。はい。昨日より降ってない？降ってるね。朝からこんな雪を見れるなんて、さすが青森だね。でもさ、なんかそんな水っぽくないよね。サラサラしてるよね。サラサラしてとりあえず行きますか。はい。朝ごはん食べに行こう。このにぎわう市場で青森の人気グルメのっけ丼に出会えます。のっけ丼の最大の魅力は市場内の新鮮な海の幸から好きな具材を自由に選べること。仕組みはシンプルで、まず食事券を購入し、白いご飯と交換した後、市場内の各店舗で好きな海鮮を選び、食事券と交換していくシステム。青森ならではの新鮮な海の幸を自分だけののっけ丼として楽しめます。エビいいね。ね、一回どこ行きましょうか。チョコレートエビと。はい、お願いします。はい。はい、どうぞ。すごい豪華になった。はい。今いただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごい美味しそう。この辺でもいいですか？
筋子ご飯と一緒にちょっと食べてみてください。はい、ありがとうございます。なんかボリューム満点にできてよかった。はい。うん、スカスカじゃなくて意外といっぱい集まったね。十分だね、2000円で。お味噌汁もできたしさ。何から食べる？ホタテいく？ホタテいっちゃうか。いただきます。めっちゃ美味しい。超新鮮。この筋子もね。筋子って何が違うの？いくらって。なんかイクラはこういうのを一つずつ取ってつけてるんだって。プチプチで美味しい。全部美味しいわ。めちゃくちゃ美味しい。朝からこんな豪華なもの食べられて幸せだ。朝飯が素晴らしい朝飯だね。うまっ。いろんなの選べて楽しいかも。お店の人さ、おすすめとか紹介してくれるからさ、一回いろんな店回ってから買うのがいいかも。で、何あるのか把握して買ってくのがいいと思う。美味しい。ネギトロも。私は白子を乗せました。なんか人のさ、好みで個性出ていいよね。うまっ。めっちゃ美味しいよね。新鮮レベルがちょっと違うのかな。新鮮レベル1000じゃない？どういうことですか？新鮮1000だよ。1000。ああ、そういうことです。すごいね、これマジで。安いよね。そう考えたら安くないね。安い。卵なんかめちゃくちゃ柔らかかった。そう、卵もドロドロだった。すごいな。美味しいよ。何日でも来れる。メニュー全部変えられる。確かにそうだね。何回でも借りれる。次の日も行きたいぐらいだよ。明日来るかじゃあ。明日も朝来て帰れば。やばいんだけど大粒になってない？やばいねこれ。やばいよ。でさ、もう学校休みにならないか。このレベルじゃならない。青森県民は行けるでしょ。ワラッセとA ファクトリーとか、うん。この辺なんかちょっと見ていこう。はい。ね。この辺にまとまってるね。そうそう、観光がまとまってて見やすいね。それにしても雪やばいね。チャリが埋もれてんだけど。本当だ。自転車やば。これいつ止めたんだろう。出せないじゃんもう。確かに出せなくない？どうすんだろうねこれ。やばー。使わないやつなのかな。掘り起こさないといけないね、まず。雪の中から。すごー。初めて見た、雪の中に埋まってる自転車って。ここは青森駅前ビーチだよ。これビーチなんだ。そう。ビーチにね、整備されたんだって、ここ。あ、そうなんだ。そうそう。で、青森のモニュメントと、後ろにはリンゴが、今真っ白になってるけど、リンゴがあるんだって。
晴れてれば景色綺麗そうなのにね。綺麗だよ。何も見えないじゃん、でも。これこそ青森の真骨頂だよ。雪まみれの、うん。あのさ、海の方に船止まってるのわかる？うん。あれはね、昔北海道と青森繋いでた船なんだって。あ、そうなんだ。そうそうそう。なんかさ、青函トンネル今あるけどさ、うん。昔はなかったじゃん。はいはいはい。その時使われてた船なんだって。あ、そうなんだ。青函連絡船だ。あそこの船の中に電車を乗せて北海道まで運んでたの。そう。すだから電車の一部なんだよ。あ、そうなんだ。そうそうそう。1988年まで運行してたんだけど、青函トンネルの開設に伴い、使われなくなったんだって。すげえ。すごいね。なるほど。なるほど。久しぶりに聞いたわ。津軽海峡冬景色だね。津軽海峡なのかな、ここは。違うか。多分違うと思うけど。切ない感じだよ。ほんとだね。津軽海峡の歌歌いたくなるね。何それ。知らないの？うん。上の初の夜行列車。知らないけど。嘘でしょ？本当に？あのやつドラマ？石川さゆりの歌？あ、そうなんだ。本当に知らないの？知りませんが。っていう歌があるんだよ。名曲だよ。最初しかわかんないけど。すごいねー。何も見えないよ。そうだね。晴れてれば北海道見えんのかな？ああ、見えないでしょうね。見えないか。すごいですね。津軽海峡本当に知らないの？知らない。本当に？すいません。そう。すいません。近くで見るとさ、もっと迫力感じるね。この大きさに驚いた。本物が見ると思わなかった。本物なのかな？私は本物見れると思ってたよ。なんか本当に立体的でさ、今にも動き出しそうだよね。しかもさ、私片面だけなんだろう、4方向すべてさ、ああ、そういう風になってるの？なんか違うっていうかね、はいは違う感じの風景見れてすごいなって思った。しかもこれを人が弾いてるってすごいよね。実際に動いてるとこを見たらもっと迫力あるんだろうね。来ないといけないね、8月に。うわー、すごいわ、本当に。
のシーンをやってみたいと思います。はい。どれがいいかな。4種類選べるよ。青森シードル。スイート、あスタンダードがいいかな。あ。青森シードルと吉野シードルがある。ね、そうそうそう。青森シードルのスタンダードにしよう。違う、スイートだ。カードを挿入する。どこに？これか。こうやって全部並べるとさ、色全然違うよね。濃さかな、なんだろうね。あ、スイートいきます。わあ、いい匂いする。うん。いやー、美味しい。甘い。炭酸ジュースだね。リンゴジュースって感じ。うん。甘くて飲みやすい。超美味しいよ。これが青森シードルの普通のやつ、スタンダード。あー、ちょっとお酒強いかも。さっきの最初に飲んだスイートより。味は味はリンゴだね。リンゴジュースの炭酸。これ吉野のスイート。これが一番色がね、濃い。リンゴを熟成させたって色。うわ、一番甘いわ。甘い。あ、すっごい甘いこれ。うん、すっごい甘い。どれが一番いい？わかんない。一番最初のやつかな。青森のミディアムかな。全部美味しい。試飲の量も少しだからさ、軽く飲める。うん、酔わずにいけると思う。青森のこのミディアム美味しいな。一番好きかもしれない。いいね。これ買えるのかな。買えるんじゃない？ね、あったら買って帰るのもいいな。美味しかったからシードル買って帰ろっか。ね。これ一番美味しかった。青森シードルスイート。これ買ってみよう。いただきます。カレーの匂いがね、結構するよ。すごいちょうどいいバランスで組み合わされてる。味すんの。味噌もありますけど。うん。味噌はあんましないかも。カレーと牛乳かな。でも変な感じじゃなくて、本当にいい感じに調和されてる。超美味しいわ。どんな味かなーって感じなんだけど、すごいいい感じにミックスされてるよ。麺もいただきます。ツルツルだ。ちょうどね、麺と絡まって美味しい。スープだ。スープと絡まって美味しい。生で食べたことないラーメンだ。すごい調和されてるよ。なんかみんなが好きなものを入れていい感じに調和されてる。本当に美味しいわ。あったまる。青森駅からホテルの送迎バスで酸ヶ湯温泉に向かいます。
様お怪我はないでしょうか。大丈夫でしょうか。具合悪いとかの方いらっしゃいますか。大丈夫そうですね。そうですね、今これよりちょっとは自己処理の方入りますので、別のバスを今回送させますので、ちょっとお待ちください。はい、お疲れ様でした。酸ヶ湯温泉到着です。酸ヶ湯温泉到着になります。お忘れ物ないようにご注意ください。八甲田ホテルは次になります。八甲田ホテルは次になりますので、もうしばらくお待ちください。こちらは酸ヶ湯温泉到着になります。おかえに到着したよー。いろいろあって1時間遅れで無事に到着できました。よかったね。雪が比べ物にならないぐらい積もってます。埋まっちゃってる。車も埋まってるし、すっごい真っ白。山奥だね、本当に。出ますか。なんか意外と大きいね、ホテル。もっとちっちゃいのかと思ったけど、大きいです。それでは念願の酸ヶ湯に行きましょう。高田連峰の西麓、標高900メートルに佇む酸ヶ湯温泉は、その名の通り強酸性の白濁した名湯が特徴で、昭和29年に国民保有温泉地第1号という誇り高い称号を受けました。この温泉のシンボルは総ヒバ作りのヒバ千人風呂。160畳もの広さを誇る大浴場には4つの異なる源泉があり、ヒバの香り漂う空間で心も体も癒されます。大きな窓からは四季折々の八甲田山の絶景を楽しめ、湯煙の向こうに広がる雄大な自然と温泉が訪れる人々を静かに包み込んでくれます。ベッドなんだ。和室だと思ってた、勝手に。いい感じだね。ライトが可愛いね。あ、お菓子も置いてある。すごい、なんか池が見える。あと山とつららが見える。大きいつらら。わー、すごいね。わー、景色いいね。めっちゃいい。これめっちゃ可愛い。このお出かけっていうか、お出かけセットめっちゃ可愛い。ちっちゃいタオルと浴衣が入ってる。これ可愛いね。ありがたいね。これで持っていけるの。ね、なんかさ、お菓子も置いてあるしさ、コーヒーも置いてあるしさ。ねえ、おしゃれ。なんかさ、もっとさ、年季入ったさ、部屋なのかなって思ってたの。でもすごい綺麗だね。リニューアルされてんのかな。してそうだね。すごい。まさかこんな山の中にね、本当だよ。こんな素敵なところがあるなんてって感じだね。トイレとか洗面台も綺麗だしね。すごいよ。洗面台には化粧水とかも置いてあったもん。すごいね。部屋が広くてさ、建物が広くて部屋にたどり着くの結構変わったね。そうそうそう。ちょっと悩んだけど、無事に来れたらこんな素敵な部屋で期待が高まりますね。なんかヒバ湯風呂は本浴でさ、
恥ずかしいから女性はこういうの売ってるね。レンタルと販売。男性は売ってるね。確かに俺も恥ずかしいから着ようかな。しかも結構生地しっかりしてるわ。分厚い。なんであれも恥ずかしくないね。鍋スカユ自家製しみ豆腐入りだって。しみ豆腐ってなんだろう。すごいシワシワだよ。染みてんの？めっちゃ味しみてる。美味しい。味がしみしみだよ。どうやって作ってんだろうね、これ。なんか空洞ある。美味しい。なんか普通の豆腐よりね、味が染みてて本当に美味しい。パサパサしてるってわけでもないよ。美味しい。この鍋さ、タラも入ってるし、ホタテも入ってるしさ、豪華だね。エビも入ってる。でもエビも入ってるし、すっごい豪華。ご飯に合う。お風呂すごい良かったね。ヒバ仙人風呂さ、すっごい広かった。そう、なんか、煙ってて、奥が見えなかったけど、なんか、めちゃくちゃでかいんだろうなっていう雰囲気はあったね。確かにね。明日の朝ちょっと確認したいと思う。確かに。なんかぬるい湯とあったかい、熱いお湯があったね。で打たせ湯もあったのかな、なんか音がしてた。やっぱそうなんだ。女性はさ、混浴じゃん、あそこって。女性は8時から9時まで女性専用だからさ、そういうのがあると入りやすい、めちゃくちゃ。でも結構女性側もね、仕切られてて、煙ってればそこまで見られずになんか、行くルートみたいなのもあったかも。結構勇気いるな。朝は無理かも。夜だったらまだいいかもしれないけど。8時から行くしかないの。8時から行くのがいいのか。そうだね。その方が安心かもね。なんかさ、酸性強いって聞いてたけどさ、そこまでなんかピリピリしなかったよね。だよね。なんか、トロトロしてたよね。トロトロした。ねえ。で、なんか色も白っぽい色だったね。ヒバ仙人風呂はさ、青森で採れるヒバっていう木材を使ってるんだって。ヒノキに似た匂いがするみたい。独特な香りしたよね。いい感じだった。なんかヒノキに比べて安いけど、だけ腐りにくいんだって。そうなんだ。そう。で、日本三大美林の一つなんだよ。美林？秋田の天然杉と長野の木曽のヒノキ
うん。とともに日本三大美林のうちの一つなんだって。そうなんだ。よかったね、名物の風呂に入れて。うん。うん。雪すごいね、これ。こけてんじゃん。すごい雪。でも水っぽくない。あ、すごい、でも気持ちいい。とたげるわ、すごい。車めっちゃ埋まってる。雪で。すごい、雪の壁めっちゃ高いね。立山みたいだよ。メフスターが来る。壁でかいくない？雪の量が半端じゃない。壁の高さすごくない？すごいね、これ。まだの雪の谷だよね。すごいよ。4メートルぐらいある？うん。すごいよ。絶対届かないもん。やばっ。戻りますか、寒すぎて。晴れてればきっとめちゃくちゃ綺麗なんだろうね。晴れの時にまた来たいね。うん。じゃあ戻って温まりますか。はい。寒い寒い、戻れ。かゆそばを注文。うん。うん。すっごい柔らかい。変わりそうだね。うん。つなぎを使ってないから、めちゃくちゃ柔らかい。すぐ噛み切れちゃう。
なんかそばだけどそばじゃない感じ。そうめんっぽいね。美味しい。卵も入ってる。卵も入ってる。山菜も入ってるよ。今日は八甲田ロープウェイ止まっちゃって残念だったね。せっかく八甲田山の辞表を見に行く予定だったのに、それが叶わずね。次回ですか。そうだね。止まっちゃうんだね。意外と止まりやすいんかな。よく止まってるっぽい。ねえ、残念だよ本当。仕方ない。それも含めて。日本三大氷瀑だったの。そうか。そう辞表か。あれ辞表なんだっけ。だったのに残念だよ。またリベンジだね。13階でございます。眺めいいね。行った場所が全部見えるね、こっからは。コンパクトシティだからね、青森は。全部まとまってる。ああ、確かに。意外と駅から近かったね。あっという間の青森でしたね。そうですね。まだ全然行きたないところいっぱいあるけど。ねえ。今度津軽とか恐山の方も行ってみたいね。奥入瀬とか。確かに弘前とかもね。嬉しいですが帰れますか。はい、帰りましょう。それでは。